こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。このチャンネルでは発酵食や食と健康に関する知識、そういったことをテーマにいろんなお話をさせていただいております。で、今日はですね、前回からやっている砂糖のお話の第2回目となります。チャンネル登録がですねまだの方はぜひ最初に登録しておいていただくと、続きの動画も見やすいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、砂糖というか、糖類のですね、糖類の甘さの強度についてのお話をしていこうと思います。糖質っていうのは炭水化物とか、糖類全般のことを指すわけなんですけれども、この糖質の中でも、炭水化物と、糖類っていうのがあって、その糖類と呼ばれるものには甘みがあります。食べて甘いと感じるんですよね。で、その糖類にもいろいろな分類がありまして、最もこの簡単な構造をしている単糖というものですね。単糖というものと、あとはこの単糖が複数つながってできているオリゴ糖というのがあります。で、オリゴ糖の中でもですね、例えばこの砂糖なんかは単糖が2個つながっている、2つつながってできている二糖類という種類になります。こういった分類があるわけなんですね。で、この単糖もオリゴ糖もですね、甘みっていうのはもちろんあるんですけれども、その強さ、甘みの強度っていうのはそれぞれまちまちなんですね。なので、その強度をですね、各糖の種類ごとに強さ、甘みの強度っていうのを表にしてみましたので、この表をもとにですね、どの糖がどれぐらい甘いのかっていうのを解説していきたいと思います。で、まずですね、基準とするもの、どれぐらいのこの数値の基準となるものがですね、一応この砂糖になっています。砂糖を100として、これが基準ですね。砂糖を100として、それ以外の糖はどれぐらいの数値になるのかというふうに出しています。これ常にですね、糖の甘さを示すときには砂糖が基準となるわけなんですけども、なんで砂糖が基準になるかというとですね、砂糖の甘みというのは、なんていうんですかね、もう普遍的な甘み、もう誰もが知っている砂糖の甘さっていう甘みがあるので、それを、基準にして定量とするわけなんですね。はい、で、他の糖が砂糖に比べてどれぐらい甘いのかというところなんですけれども、順番に、説明していきますと、順番というかもですね、まずこの一番甘い糖どれかっていうと、これ果糖なんですね。果物に多く含まれている糖である果糖はこの数値120から170、砂糖が100に対して120から170というふうになってますので、約砂糖の、1.2 倍から 1.7 倍ぐらい甘いということですね。なので甘みが強いです。で、その果糖という強い甘みに対して、このブドウ糖ですね。ブドウ糖は砂糖に対して60から80の、数値となっていますので、若干甘みは少ないですね。ブドウ糖というのは人間の体内にも広く分布している糖なんですけれども、このブドウ糖単体では、砂糖のような甘さはないということですね。だいたい7割ぐらいの甘さということになります。で、このブドウ糖の甘さ、これがですね、だいたい甘酒の甘さになります。甘酒にもですね、いろんな種類がありますので、濃いものだったらもっと甘かったりとかあるんですけども、甘酒は基本的にこのブドウ糖が主体になっている飲み物なので、だいたいですね、これぐらいの数値になってくるということですね。で、砂糖ですね。砂糖というのは、このブドウ糖と果糖が結合してできているこの二糖類ですね。2つの糖、ブドウ糖と果糖っていう2つの糖が結合してできている二糖類です。砂糖ですね。なのでこの砂糖の甘みっていうのはですね、このブドウ糖と果糖の甘みを足して2で割った数値になるんですね、実は。
この60から80っていうのと120から170というのを足して2で割ると、砂糖の甘さになるっていう数値になるんですけれども、これは、一応偶然というふうに言われています。この2つが合わさっているので、そういう数値になるのかと思いきや、ただの偶然ということなんですね。なんですけど、一応数値的にはそういった形になっております。はい、で、こういったいろんな糖があって、一番甘みが強いのが果糖で、ブドウ糖はだいたいこれぐらい、砂糖に対して7割ぐらいですよっていうのと、あとはガラクトースとかキシリトースっていうのもあって、この辺りはそんなに甘みは強くはないですね。はい、で、二糖類に行きますと、砂糖が100として、麦芽糖とか乳糖、こういったものがありますけども、この辺りもですね、甘みはそんなに強くない糖ということになります。乳糖っていうのは、哺乳類の母乳に含まれている糖ですね。なので母乳の甘さって、どれぐらいなのかっていうと、砂糖が100だとしたら16ぐらいっていうことなので、本当にほのかな甘みということになります。はい、でこの3つ目のこの糖アルコールですね。これ糖アルコールって一体何なのかっていうところなんですけども、ソルビトールとかキシリトール、マルチトール、エリシリトール、これ結構聞いたことがある名前だと思うんですけども、糖アルコールっていうのは何かと言いますとですね、もともとのその糖を化学的に還元したものです。それが糖アルコールというものなんですけれども、ちょっと難しい、言い方をすると、糖のカルボニル基という、基質がアルコール基になっているものです。もともとの糖にあるカルボニル基が、化学的な、還元によって、アルコール基になっているのがこの糖アルコールというものなんですね。で、その甘みはどうなのかっていうと、甘みはそのもともとの還元前の糖とほぼ変わらないです。同じぐらいの甘みなんですね。で、甘さは変わらないんですけれども、ただですね、その性質自体が科学的な、変化を、しているので、科学的な性質っていうのはすごく違ってきます。でどのように違っているかというと、いろいろ違ってくるんですけれども、代表的な違いっていうのは何かというとですね、このアミノカルボニル反応っていうのをしないということですね。還元しない、還元性がなくなるので、このアミノカルボニル反応っていう反応を起こさなくなるわけなんですけども、こういった糖ですね、もともとのある糖っていうのはこのアミノカルボニル反応っていう反応をするんですが、この糖アルコールっていうのはこれをしないっていうことなんですね。で、じゃあアミノカルボニル反応って一体何なんだっていうとですね、これ化学反応の一種なんですけれども、ちょっとこれ言い方難しいので、もっと、一般的な言い方で言うと、このメイラード反応というものになります。メイラード反応というのはですね、糖とタンパク質が結合した時に起こる化学反応なんですけども、分かりやすく言うと、何か食べ物を加熱したら茶色くなりますよね。例えば、食パンをトーストしたら茶色い色になりますよね。あれがメイラード反応です。あとは、お味噌とかお醤油とかが、だんだん色が濃くなっていくのも茶色い色してますよね。あれもメイラード反応によるものです。そういったものが、メイラード反応なんですけども、このメイラード反応が起きないということなんですね。例えば砂糖を加熱していったらだんだん茶色くなっていきますよね。あれもメイラード反応の一種なんですけれども、この糖アルコールであるソルビトールとかキシリトールとか、そういったものを加熱しても茶色くならないということです。メイラード反応が起きない科学的な性質になっているので、着色はしないということですね。そういう点も、利用して白い、ままの粉を作っているということも挙げられます。そういったものがこの糖アルコールというものなんですけれども、でこの、メイラード反応が起きないっていうこと自体はそんなに問題はないんですけれども、それ以外に重要なポイントがあるんですね。それ何かと言いますとですね、この糖アルコールというのはですね、
糖ではないんですね。もともとは糖だけど科学的に還元されているので糖という分類には入らないんです。なのでこの糖アルコールっていう甘みがあるものを食べ物食品に添加しても、糖を添加したことにはならないということなんですね。どういうことかというとなんか食べ物加工食品ですね、いろいろお菓子とかいろいろあると思うんですけども、それによく飲み物とかもですねあると思うんですが、無糖って書いてあったりとか、あとノンシュガーって書いてあるやつってありますよね。あれっていうのはでも無糖なのに甘い、ノンシュガーなのに甘いですよね。それなぜかというとこの糖アルコールというものが入っているから、この数値ですね、キシリトールなんかでいうと85から100ぐらいの砂糖にもほぼ近いような甘さがありますので、そういったものが入っていることによって味は甘いんだけども、これを糖として見なされないので、これを添加していても無糖とかノンシュガーというふうに謳えるというわけなんですね。なので、こういった糖アルコールというのはダイエット食品なんかによく利用されます。ダイエットをしている方っていうのはやっぱり砂糖が入っているかいないかっていうのはすごく重要視するので、無糖とかノンシュガーって書いてあればこれはダイエットにいいと思ってですね、購買意欲が湧くということなので、それを目的にしてですねこの糖アルコールが使われているという商品が多いです。なんですけどもちょっとそこで注意をしなければいけないのはですね、いくら無糖とかノンシュガーとか書いてあって実際その砂糖自体は入っていなかったとしてもですね、この糖アルコールが持っているエネルギーカロリーですね、カロリーはこの糖と他の糖と同じくですね、だいたい 1g あたり4キロカロリーはあります。通常の、糖のカロリーですね、炭水化物のカロリーが、ありますのでカロリー自体はしっかりあるということですね。なので、いくら無糖ノンシュガーであっても、砂糖と同じぐらいのカロリーは取っているということになります。なので、その点ですねちょっと注意をしていただかないといけないかなということですね。ノンシュガーだけれどもノンカロリーではないですよといったところですね。はい。このエリスリトールなんていう糖とかはですね、特に、昔糖質制限が流行った時とかに糖質制限している方は、この糖をですね代わりにとって甘みを補っていたというのがよくありましたけれども、この糖自体にはですね、異性化糖とかみたいな、悪さをするようなところは、ないんですけども、いろんな問題をはらんでいたりするので、糖じゃないから糖アルコールだからといって絶対に OK とか、全てもう万事 OK っていうわけではないので、そのあたりをですね注意していただくといいかなというふうに思います。でこういった形でですね、それぞれの糖にいろんな甘みっていうのがありますので、その甘みの強さっていうのを見ていくのもいいですし、強さだけじゃなくてですねやっぱりいろんな種類の糖が入っていることによって甘みがまろやかになったりとか、そういったこともありますので、いろいろな糖をですね試していただくといいんじゃないかなというふうに思います。でよく果物はですねビタミンとかもたくさんあって健康にいいというふうにも言われますけれども、果糖っていうのは甘みはすごく強いので取りすぎは注意ということもありますね。やっぱりこの中でどういった甘みを取るのがおすすめなのかっていうのは、これ個人的な意見なんですけれども、やはりですね、人間の体内にもある、単糖であるこのブドウ糖ですね。ブドウ糖の、自然な甘み、もともとの食品野菜とか、芋類とかですねそういったものに入っている、もちろんお米にも入ってます。そのもともとのブドウ糖っていうのを取って甘みを感じていくっていうのが一番、おすすめなんじゃないかなというふうに思います。なので、このブドウ糖の甘みを感じられる代表的なものとしては甘酒っていうのがありますし、あとみりんもそうですよね。みりんもこのブドウ糖の、甘さになっています。このブドウ糖どこから来ているかっていうと、
その甘酒とかみりんの場合は元のお米ですね、お米に含まれているでんぷんが分解されてブドウ糖という単糖になっているっていう状態なので、生成されたお砂糖のこの 100% の甘みよりかは甘み自体は劣るんですけども、すごくまろやかで自然な甘みということになりますので、ぜひですね発酵食品である甘酒とかみりんの、ブドウ糖の甘さ、これを、料理とか、スイーツとかに利用していただくといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回はですね糖の甘みの強さについてのお話をしていきました。またですね、この糖について砂糖についてのお話を次回もしていきたいなと思いますので、ぜひですねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。